おはこんばんは、オリーブです。今回は新しく作業場を作っていきます。で、何週かにわたって、何週どころじゃないな、かなり長い期間をかけて作っていく予定なんですけど、まずは中を片付けないと色々作っていけないので、片付けをしていこうと思います。これでも照明を当てているんですが、だいぶ暗いですね。電気も通してないので、明かりがつかないですね。なので、このライト1個だけを作業灯兼撮影用の照明として使っていきます。すごく映像が暗くなっちゃうかもしれませんね。軽く中の方を見てみると、いろいろ物が並んでいて、ここに何て言うんでしょう、荷上げ用の機械みたいなのが置いてありますね。物いっぱいで見づらいですけど、上の方にウィンチがついてますね。ウィンチで合ってるのかな？雨漏りしてるのでだいぶ腐ってますね。で、階段があるので上の方に上がってみます。2階はこんな感じになってますね。上の方にあるのが下の方から見たウィンチみたいな機械ですね。結構上の方雨漏りがひどいな。この動画はポンコツなオリーブの提供でお送りします。本当、これなので真似される方は自己責任でお願いします。はい。そしたら作業を始めていくんですけど、作業を始める前から汗だくになってましたね。撮影前の準備だけでももう蒸し暑くて扇風機だけじゃ全然涼しくならないですね。で、これからシリーズ化してガレージ作りをゆるーくやっていこうとは思うんですが、そんなに力を入れないで、ビールとか飲み物とか食べ物を片手にゆるーく見てもらえたらなと思います。で、撮影方法ですが、細かくカメラの角度とか切り替えるのはガレージ作っていく上で大変なので、やった作業を長回しで垂れ流しにしながらラジオ形式みたいな感じでやっていこうと思います。で、今してる作業なんですけど、とりあえず目に見える木材とかを解体したり捨てたりする作業ですね。それはそうと冒頭でも言っていましたけど、まだ電気を通してないんですよね。見てもらうとわかると思うんですけど、浸水して床が水たまりとかになっているので、この状態で電気通したら漏電するんじゃないかなと思ってまだ電気を通していませんね。だったら最初に屋根直したらいいんじゃないっていう感じもするんですけど、なんとなくまずは1階をきれいにしてから他のところに手をつけていきたいんですよね。で、1階と2階があるんですけど、できれば2階の床は全部外して光を取り込めるようにしたいんですよね。なんでかっていうと、撮影するときに結構照明を使って室内を明るくして撮影しないとうまく撮影できないんですよね。使ってる機材がルミックスの G8 なんですけど、暗所性能が悪すぎて暗いと映像がノイズまみれになるんですよね。2階は2階でスペースとして欲しいかなとも思っているんですよね。ガレージでバーベキューとか楽しそうだし、それか2階の真ん中の方だけ切り抜いて、そのうち二重リフトとか手に入れて立てることができたら、車をガレージの真ん中あたりに設置して持ち上げるみたいなことをやりたいんですよね。ガレージの前が狭いので二重リフトを入れるのは厳しいかな。それだったらそれで二重リフトなしでやってもいいかなとは思っているんですけど、できれば欲しいですよね。ガレージの作業してる人なんか二重リフトは夢のような設備ですよね。でも個人的には最小限の道具で整備とかするのが好きだったりもするんですよね。環境に頼りすぎずに、極端な話、青空駐車でも整備できるような道具とか設備を使っていきたいなっていうのもあるので、
で、これから撮影できれば毎週、その週でやった作業をこんな感じでラジオ形式で流していこうとは思っているんですけど、まあ車のメンテナンスが必要になったり、他にやることができたら、そっちの動画を上げていこうかなとは思っているんですけど、まあそんなガチガチに計画を決めずに気分に乗ったものを動画として上げていこうかなと思っています。で、いつも動画を作るときになるべく作業工程を飛ばさないように作っているんですよね。なんでかっていうと、結構調べ物をしてて、一番見たいところの作業が飛ばされていたりして、あ、そこが知りたかったのにっていう経験があるので、そういう感じの動画作りをしているんですよね。でも、あんまり全部映しても見てる人の負担になるかなと思って、すごく作るとき迷っちゃいますよね。それからあんまりいい声じゃないので、ナレーションなしで動画を作りたいなと思っていたんですけど、実際に作業したりすると、補足した方がいいかなとか、ここ分かりづらいかなっていう時に、ナレーションを入れた方が楽なんですよね。機械とかで音声入れるやつとかもあるんですけど、それだと後から修正しないといけない時に、色々と大変なので、やっぱナレーションが楽なんですよね。今これは木材とかを集めて捨てようとしてるところですね。これ再生速度3300% とかめちゃくちゃ速いスピードで再生してるんですけど、作業は大して進んでないですね。だいたい1日半作業したんですけど、実際動画にしてみると、現実的には作業の進捗ってこんなもんですよね。何に手間がかかってんのかな。やっぱりゴミの分別をしつつ捨てるってのは時間かかるもんなんですね。で、動画はだいたい10分ぐらいで切って作っていこうと思っています。で、毎回トピックスでも用意して喋ることを決めて喋った方がいいのかな。そうしないと、たとえ10分でもなかなか話題が持たないですからね。それともし質問なんかあったらコメントに書き込んでもらえれば答えられそうだったら答えていこうかなと思います。質問っていう質問あるのかな？特になさそうだけど。そうだな。例えばガレージ持ってる人でも持ってない人でも整備あるあるとかガレージあるあるとか何かあればコメント欄とかで書いてもらえると嬉しいですね。そういうのを話題に次回もしコメントが溜まってれば答えていこうかなと思います。でもうちのチャンネルは弱小すぎてそんなにコメント溜まらないかな。たまんなければ別に話題考えて喋っていこうかなと思います。そう、それともう整備したい車とか新たに確保してるんですけど、ガレージを作るのが時間かかりそうなんで、しばらく放置になっちゃいますよね。時間も余っちゃったし、怖いかもしれない話でもしようかな。オリーブが小さい時、おじいちゃんの家に行ったんですよね。間取りがこんな感じで、この図は2階を表しています。これがドアで、これが物を入れるところで、これが窓。あとこれがライトなんですけど、窓が3箇所ぐらいにあって、そのうち上2つの窓はカーテンが閉まってたんですよね。で、何をしようと思ったか忘れたんですけど、夜2階に階段で登っていったんですよね。この階段の明かりは1階と2階でつけたり消したりできるようになっているので、1階で階段のライトをつけて、階段を登り終えた後、2階の明かりを消したんですよね。廊下の明かりはまだついていたので、かすかに隣の部屋ぐらいまでは光が漏れている状態だったんですけど、さらに奥の部屋に行って、ここの窓を景色を眺めようとしてたかで覗いたんですよね。その時、窓に顔が映って、うわーってなったんですよね。で、もう一度よく確認してみると、自分の顔だったんですよね。で、ここだけだったら、なんかボケてんな、みたいな感じになるんですけど、これ数年後思い返したら、あれおかしくないってなったんですよね。どういうことかっていうと、廊下のカーテンはこことここが閉まっていて、廊下の電気は確かについていたんですけど、廊下の電気をつけて、こっちの部屋まで光届くかなと思ったんですよね。自分の顔が窓に映っていたなら、ここの部屋にも光が入ってこないとおかしいですよね。だけど、そんなにこの部屋明るかったわけじゃないんですよね。明るかったわけじゃないっていうか、この部屋まで光は届いてなくて、真っ暗だけど、家の間取りが頭の中に入ってるから、まあ暗くても感覚で部屋の中を歩くことができたんですけど、これは本当にライトの光のせいで自分の顔が映ったのかなって数年後不思議に思いましたね。やめた。
疲れた。はい。ということで、疲れたみたいなので、今回の動画はここまでです。本日もオリーブの束の間ご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。